皆さんこんにちは。優しい日本語のポッドキャストへようこそ。マリアです。今日は漁師とビジネスマンという面白い話を紹介します。これはメキシコの小さな漁村を訪れたアメリカ人のビジネスマンとそこで出会った一人の漁師のお話です。幸せとは何か、成功とは何か、私たちの価値観を優しく揺さぶる物語です。それでは始めましょう。ある晴れた日の午後でした。アメリカから来た一人のビジネスマンがメキシコの小さな漁村の鳩場を歩いていました。彼は休暇でこの村を訪れていましたが、頭の中はいつも仕事のことでいっぱいでした。どうすればもっとお金を稼げるか、どうすればもっと成功できるか、彼はいつもそのことばかり考えていました。その時、一艘の小さな漁船が港に戻ってくるのが見えました。船の上には日に焼けた一人の若い漁師が乗っています。船の中を覗いてみると、大きくて新鮮そうなマグロが何匹か横たわっていました。ビジネスマンはその見事な魚を見て感心しました。彼は漁師に話しかけました。こんにちは。素晴らしいマグロですね。それを釣るのにどれくらい時間がかかりましたか？漁師はにっこりと笑って答えました。ああ、大してかかってないよ。ほんの数時間さ。ビジネスマンは少し驚いて聞きました。たった数時間でこんなに釣れるんですか？それならどうしてもっと長く漁をしてもっとたくさんの魚を釣ってこないんですか？漁師は肩をすくめて穏やかに言いました。だって、これだけあれば、俺と家族が今日食べる分には、もう十分だからね。その答えに、ビジネスマンは少しイライラしました。彼は、もっと効率的に、もっと生産的に生きるべきだ、といつも考えていたからです。彼は、漁師に尋ねました。では、漁をしていない時間は一体何をしているんですか？漁師は少しも悪びれずに楽しそうに答えました。そうだな。俺は朝はゆっくり起きるんだ。それから少しだけ漁に出て魚を釣ってくる。昼になったら子供たちと遊んで妻とシエスタ、つまり昼寝をするのさ。夕方になったら村を散歩して友達のアミーゴたちと会ってワインを飲みながらギターを弾いて歌を歌うんだ。毎日とても忙しくて充実した人生だよ。ビジネスマンはその話を聞いて思わず笑ってしまいました。忙しい、充実している？君は人生を無駄にしている。君がどうすればもっと成功できるか教えてあげよう。彼はまるで先生のように自信満々に話し始めました。私はハーバード大学で MBA を取ったビジネスのプロだ。いいかい？よく聞きなさい。まず、君は毎日もっと長い時間漁をするべきだ。そうすれば、もっとたくさんの魚が釣れる。そして余った魚を売ればお金が手に入る。そのお金でもっと大きくて性能のいい船を買うんだ。大きな船ならもっともっとたくさんの魚が釣れるようになるだろう。そうすればもっとお金が儲かる。そうしたら今度は船を何艘も買って他の漁師を雇うんだ。
君は彼らのボスになるのさ。君自身が漁に出る必要はもうない。漁師は静かに彼の話を聞いていました。ビジネスマンはさらに興奮して続けました。最終的には君は自分で水産加工工場を作ることができる。魚を取るだけじゃない。加工して缶詰にして世界中に出荷するんだ。この小さな村から出てメキシコシティのような大都会に引っ越して、そこから君の大きなビジネス帝国を指揮するのさ。話が終わると、ビジネスマンはとても満足そうな顔で腕を組みました。どうだ、素晴らしい計画だろう。漁師はしばらく黙って考えていました。そして、とても素朴な、純粋な目でビジネスマンに尋ねました。ビジネスマンさん、一つだけ聞いてもいいですか？なんだい？と、ビジネスマンは答えました。あなたが言ったそのすべてのことをするためには、一体どれくらいの時間がかかるんでしょうか？ビジネスマンは少し計算してから答えました。そうだな。まあ、15年から20年。いや、もしかしたら25年くらいはかかるかもしれないな。すると、漁師はさらに尋ねました。それで、その25年後、すべてがうまくいったら、その時、私たちは何をするんですか？ビジネスマンは高らかに笑って言いました。それこそが一番素晴らしい部分だよ。その時が来たら、君は自分の会社の株を売って引退するんだ。そして何十億という大金持ちになるのさ。漁師の目はまだ疑問でいっぱいでした。彼は最後の質問をしました。大金持ちになって引退したら、その後は何をするんですか？ビジネスマンは少しも迷わずに夢見るような目で答えました。その後は、君は海の近くの小さな村に引っ越すんだ。そして朝はゆっくり起きて趣味で少しだけ魚釣りをする。昼になったら子供や孫たちと遊んで奥さんと一緒に昼寝をする。そして夕方になったら友達とワインを飲んだりギターを弾いたりして過ごすのさ。素晴らしい人生だろう。漁師はビジネスマンの顔をじっと見つめました。そして何も言わずにただにっこりと微笑みました。はい、今日のお話はこれで終わりです。私たちは毎日一生懸命働いています。もっとお金を稼ぐために、もっと成功するために、もっと幸せになるために。でも、もしかしたら私たちが長い時間とたくさんの努力の果てに探している宝物はもうすでに私たちのすぐそばにあるのかもしれません。時々立ち止まって自分にとっての本当の幸せとは何か考えてみるのもいいかもしれませんね。今日のお話いかがでしたか？それではまた次回お会いしましょう。さようなら。